人は金を握らせられると黙ってしまうっていう要するに金持ちが権力がある人がセクハラとかパワハラをしたとしても隠密の上に行われて誰も被害者が口を出さずそのまま死ぬまでやりたい放題できてしまうっていうジャニーズ事務所の偉い人が死ぬまで告発する人がいなくて結果として死んだ後に告発されたよねとか最近でいくとフジテレビどうなのかなとか中居君どうなのかなとかありますけどやっぱりね金があるとね人を黙らせることができるよねっていう社会はそうじゃない方がいいよねというのはあるんですけどでもやっぱ実態として社会ってそういうもんだよね人間ってそういうもんだよねというのがあったりするのでなのでもちろん社会がいろいろあって MeToo 運動とか社会とはね良くなっていて泣き寝入りする人が少なくなってきたよねというのは事実としてはあるんですけどやっぱりそうは言っても泣き寝入りする人とかいじめをされる人というのは世の中にやっぱりいてでいじめする人とかパワハラする人っていうのはやっぱり権力者だったりするんですよただの紙なんですけどでも世の中ってやっぱりそういうもんだよね沈黙が金と一緒なんですよ黙ってると金もらえるんですよ社会は良くないよねこうあるべきではないよねというのは僕もそう思うんですただ社会の実態はこうだよねというのも僕はそれはちゃんと意識すべきだと思うんですよ正しい行いをしてその正しい行いの結果辛い思いをする人っていうのもいるんですよね雪印の不正を告発した会社の社長は会社が倒産したんですよね雪印っていう酪農系でめちゃめちゃでかい企業があって牛乳かなんかの消費期限をずらしてたんだっけっていうのを内部告発してで結局雪印は潰れたんですけどでただ雪印を潰すようなやつに仕事を回すのは良くないよねって言って業界の中で干されてその会社潰されたんですよ倉庫会社だったんだっけなその会社っていう感じで社会にとっていいことをしたとしてもその会社潰れちゃったんですよなので僕ら一般市民はその内部告発をしたおかげで賞味期限が切れた牛乳飲まなくてよくなったので社会の人たちはその内部告発をした人に対して感謝すべきだと思うんですよでもその会社の名前も知らないしそのおじさんが何て人かもしれないしでそのおじさんに起きた出来事は会社が潰れたという事実なんですよ西宮倉庫だっけもう今はない会社なんですけど西宮倉庫さんの何さんか知らないけどその人のおかげで社会は良くなりましたでもそこに対して犠牲になったんですよっていうのがあったりするのでなのでもちろんそれは社会にとって必要だしありがとうございますという話なんだけどでも家族にとってみたらうちの父親がそういうことやったせいで会社潰れてマジ大学行けなかったわみたいな可能性もあったりするんでなので個人としてそういう手段を取れないというのを僕は合意はするんですよ赤の他人として内部通報はやった方がいいよね社会のためにはするべきだよねパワハラセクハラなくすべきだよねなんですけど実態としてねミートホープとかもそうなんですけど犠牲になる人というのは報われるわけではないというのがあるのでなので内部告発をした人とかセクハラパワハラというのの通報した人というのは僕はできるだけ応援すべきだと思ってるのですよ多少の齟齬があったとしてもなんですけど TBS の社員で安倍首相と仲良かった人っていうのが伊藤さんという女性に酩酊する薬を飲ませてホテルに連れ込んでしたんですよねでそこでしたっていうので警察に届け出を出したんですけど安倍首相の本を書いているということがあって結局そこで中村至という名前の警察庁の人が圧力をかけてそこの逮捕状をもみ消したんですよねで結果として山口何がしという元 TBS 社員は逮捕されなかった刑事事件としては逃げ続けたんですよクソ野郎なんですけどクソ野郎って僕が何で言ってるかっていうとクソ野郎と言った人を山口孝之さんは訴えたんですけど裁判所がだってお前クソ野郎じゃんっていうのを認めてクソ野郎というのは無罪っていうのでこれ令和の大石さんだったかなクソ野郎って書いて訴えられたんだけど裁判所が山口孝之はクソ野郎だからクソ野郎と言っていいですって判決を出したっていうのがあって今も僕クソ野郎って言ってるんですけど民事では合したということは認められていてで今でも伊藤さんが被害者だよねっていう映画がアカデミー賞でノミネートはされたのかなっていうのがあってでそこで伊藤さんがやったイベントで被害に遭った人がこういう被害に遭いましたっていうのを言ってでその映像を伊藤さんは世に出したんですよでそれは被害者の人がもちろん同意をしていてその映像を世に出したんだけど東京新聞のなんとか磯子さんっていう人が被害に遭った人の了承もなくその映像を出したという形で伊藤さんが勝
手に被害者の映像を出したという記事を書いたんですよ。伊藤さんはちゃんと被害者の了承ももらって映像を出したにもかかわらず、勝手に被害者の映像を出したという名誉毀損を東京新聞でして、で望月磯子さんって人は伊藤さんに訴えられたんですけど、っていうので本人の映像許可をもらってるにもかかわらず映像許可をもらってないみたいな形で伊藤さんの名誉を毀損するようなことを東京新聞の人はやったんですよね。やってるんですよ。でなんか被害者にとってはなんかマイナスになってないみたいな、なんかよくわかんない言い訳をしてるんだけど、やっぱりその被害を受けたというのを表に出して戦うというだけで結構大変だと思うんですよ、伊藤さん。でそういう人がじゃあ被害に遭ってる人がこういうことがあったよね、そういうのが黙らない社会にした方がいいよねっていうのをやってる中、なぜか被害者の了承をもらってないで映像を出したんだみたいなことを東京新聞の望月磯子さんっていう人がやってるんですけど、足引っ張んなよって思うんだけどなんで足引っ張るんだろうね。内部通報とかやっぱり権力者に対して被害者が声を上げるというのはすごく大変なんですよ。黙ってた方が得だよねっていうことがあるので黙ってたわけですよ。ジャニーズ事務所の事件もジャニーさん死ぬまでやっぱりみんな声出さなかったんですよ。それ何が起こるかわからないし、社員も黙ってたんですよ。で社員で私も手出しましたっていう人いるんだけど、そういう人もやっぱジャニーさんが死んだからようやく自分で手出しましたって告白できたんですよ。やっぱり権力者に逆らうというのはすごく大変なことなので、権力者に逆らってる人が何らかの多少の齟齬があってもやっぱり僕は応援すべきだと思うのですよ。とはいえね、草津市長みたいに何の証拠もないのを勝手に決めつけて嘘をこう取り上げて、草津はセカンドの街だとかっていうやつらも頭おかしいと思うんだけど、少なくともその真偽がわからないのであればちゃんと真偽を確認して報道すべきで、真偽を確認せずに伊藤さんが勝手に被害者の映像を出したんだみたいなこと言うのに、それ伊藤さんと被害者に確認したらいやいや了承取りましたよで終わった話なのに、そういうの記事にしちゃうとかやっぱり良くないと思うんですよね。なので僕は内部通報とかセクハラパワハラとか被害を受けてる人というのはなるべく応援する側の立場にいた方がいいとは思うんですけど、とはいえ証拠も全くない状態で言うんだったら一応証拠ぐらいは確認する側です。はい、日本の司法はまともじゃないんですかね。米兵は法を犯しても日本では裁かれないし、土地司法や検察の研究率を下げないために無理やり邪魔する冤罪量産京となっていたり、結局そこを直さなきゃいけないよねというふうに日本の国民が思っていないので、検察がそういう自由なことをやってたりとか、袴田事件みたいな冤罪事件が起こったとしても別に検察を何とかしようってならないんですよね。裁判官が袴田さんは無罪です、この人は犯人ではありませんっていうのを発表したにもかかわらず、検察は控訴はしないけど犯人やっぱ袴田さんだよねっていうのを名指しで書いてるんですよ、最高検察庁の人が。裁判官の発表した判決よりも自分たちの考えの方が正しいというのを変えない人たちの組織なんですよ。冤罪を犯してしまった。なぜ冤罪が起きたかっていうと、この人は有罪だと決めつけてでっち上げられたという証拠で、裁判官がこれはでっち上げられた証拠だよねっていう判決まで出してにもかかわらず、自分が有罪だと信じたらそれに対して証拠を出してその証拠が間違ってないと思い込むっていう、有罪か無罪かというのを自分たちが決めてそれにとったストーリーでやって、裁判官が違う判断をしたとしても俺たちは間違ってねえ、私たちは間違ってねえっていう組織ですっていうのを今後も続けますっていう発表してるんですよ。だからあれどうなのって僕は思うんですけど、でも世間的にはそこまで叩かれてなくて、検察そんなん出したんだふーんってなっちゃってるんですよね。なので結局世論としてそれがこう認めないのがしょうがないよねっていうことになってしまってるっていうのが問題なので、そこが世間が許してる検察も変わらないってことになると思うんですよね。多分僕はそのでっち上げをした静岡県警だったりとか、ある程度でっち上げだというのが分かっていながらずっとその裁判の最終を認めなかったとか、有罪であるという主張をしたという検察官と警察官の中でもやっぱり逮捕者を出すべきだと思うんですよね。何十年間も刑務所に無罪でいられた袴田さんっていう人たちを作り上げてしまったという、そこの過失において僕はそこは何らかの罰を受けるべきだと思うんですよ。証拠をでっち上げたことによって袴田さんは刑務所に何十年もいたわけですよ。でその証拠でっち上げたやつはなんで無罪なの？証拠でっち上げて人を有罪にするってめちゃくちゃ悪意がある行為じゃないですか。それ悪いことですよね。で悪いことやったんだったらそれはやっぱり罪を負うべきで刑務所行くなりなんなりするべきですよねなんだけど、なぜか放置なんだよね。そこら辺ね僕ちょっとどうかなと思うんですけど。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。